んにちは、神谷てるです。今回はコロソで公開中の私のブレンダー講座の中から一部内容を特別にピックアップしてお届けします。和風の提灯を題材にマテリアル濃度で質感を作っていく方法を解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編の方どうぞ。ではここからこのモデルにマテリアルを割り当てて提灯の見た目にしていきます。提灯は大きく分けて金属部分と発光している本体部分の2種類で構成されているので、この2つのマテリアルを作って割り当てていくという流れになります。はじめに金属部分のマテリアルですが、ここはそこまで目立つものではないので、プリンシプル BSDF の値を少しいじった簡単な調整で済ませます。金属のマテリアルができたので、次はメインとなる提灯本体のマテリアル作成です。まずは準備として新規マテリアルを追加して名前を付けたら、編集モードから提灯本体のメッシュを選択して作ったマテリアルを割り当てておきましょう。準備ができたのでノードを組んでいきます。まずはベースとなる赤と白の縞模様から作成していきますが、ノードが少し複雑なのでその構成だけ先に紹介します。まずはじめに使うのはテクスチャーコーディネートとセパレートシリンドリカルの2つのノードで、それぞれのノードをこのようにつなぎます。次にマスノードを用意してモードをディバイドに変更したら、ノードをつないで値の部分にはアルファベットで PI と打ち込み、円周率の値を入れておきます。続いて新たにマスノードを用意してモードをマルチプライにしてつないだら、ここの数値には2と入れておきます。さらにマスノードのフラクションも用意してつないだら、その先にもマスノードのレス残を用意して同様にノードをつなぎます。最後にそれをミックスカラーノードのファクターにつないで A と B のカラーにはそれぞれ赤と白を入れれば完成です。ノードをつないだ結果を見てみると、赤と白が交互に切り替わる提灯のベース模様ができています。このままでは何が起こっているか分かりづらいので、各ノードごとにどのような処理がなされているか順に見ていきます。まず最初の2つのノードの組み合わせでは、真上から見た時に時計9時方向から反時計回りにかけての白黒のグラデーションを作っています。ここで使われているセパレートシリンドリカルというノードは XYZ の直行座標系のベクトル情報を円筒座標系へ変換し、その成分を抽出できるノードとなっています。特にその中の φ というソケットからは、時計9時方向から反時計回りにかけてマイナス π から π までの連続的な値が出力されているため、このような白黒のグラデーションが得られるという原理になっています。次のマスノードディバイドでは、このグラデーションの値を円周率 π で割っています。元々の値がマイナス π から π までの範囲であったため、これを π で割ることで値の範囲をマイナス1から1に収めて扱いやすくしています。さらに次のマルチプライでは、その値に2を掛け合わせ値の範囲をマイナス2から2へと拡張しています。その次のフラクションは値の小数部分のみを返すノードとなっています。これによりマイナス2から2までを取っていた値の範囲が0から1未満の範囲に収められるように調整されます。その結果、1つの大きなグラデーションだったものが4つの小さなグラデーションに分割されています。直前のマルチプライで値を2倍にしたのも、ここでの分割数を2倍に増やしたかったからという目的になります。そして最後のマスノードレス残は、指定の値未満の部分を1、それ以外を0として出力するノードのため、4つのグラデーションがちょうど真ん中の 0.5 の値の部分を境に白黒で分かれるようになっています。そしてこの値を係数としてミックスカラーノードで赤と白を割り当てることで、放射状に色が切り替わったような提灯のベースカラーが作り出されています。ベースの色ができたので、次はここに文字を入れていきます。文字は画像を使って再現するので、イメージテクスチャノードを使って祭りと書かれた専用の画像を取り込みます。ただこのままでは文字の位置がおかしいので、 UV 展開をして位置や大きさを整えます。
編集モードからメッシュを全選択したら、正面からの視点にした状態でキーボードの U を押します。すると UV 展開のオプションが出てくるので、その中のプロジェクトフロムビューを選びます。こうすると正面からの視点に合わせた UV 展開がなされるので、これをベースに提灯の真ん中に文字が来るように UV の位置と大きさを整えます。ただそのままでは文字が上下方向にも繰り返されているので、イメージテクスチャノードの設定をリピートからクリップに切り替えることでこれを解消しておきます。さらに提灯の後ろ側の文字も反転してしまっているので、この部分の UV だけ選んで反転させれば UV の調整が完了です。ここまでできたらイメージテクスチャノードの出力を先ほど同様ミックスカラーノードのファクターにつないで色を割り当てることで提灯に文字を入れることができます。次に提灯の発光表現を入れていきます。まずはプリンシプル BSDF のエミッションの値を上げて発光させたら、カラーには先ほど作ったベースカラーをつないでおきます。ただこのままでは全体が均一に光っていて不自然なため、ここにもノードを使って調整を入れていきます。調整用のノードとして新たにレイヤーウェイトノードというものを使います。このノードは見る角度に応じて見た目が変化するようなグラデーションが得られるため、これを使って内側から発光するような表現を加えます。このノード単体ではグラデーションの調整が難しいので、カラーランプノードをつないでグラデーションの色を反転させたり、変化の具合や色の明るさを調整しておきます。調整できたものをエミッションの値につないで確認してみると、光の強さが足りていないように見えるので、さらにマスノードのマルチプライを加えて強さを調整します。また発光の色も少し白っぽい見た目になっているので、間にミックスカラーノードのマルチプライを挟んで、色にはオレンジ色を選んでおきます。こうすることでベースカラーにオレンジ色がほんのりと加わり、より発光している色味になります。次に提灯についている折り目の表現を入れていきます。折り目の表現には Wave テクスチャーノードを使います。ただそのままの設定では縦方向の模様ができてしまうので、設定から向きを変えて横方向の模様にしておきます。またその下にある設定もトライアングルに変更することで、紙の折り目にふさわしいくっきりとした白黒模様になります。スケールの値も大きくして模様を細かくしたら、ミックスカラーノードを複製してつなぎ、下の色に Wave テクスチャーの出力をつなげば折り目の模様がつけられます。ファクターの値も少し下げて目立ちすぎないようにすれば模様の調整は完了です。最後に全体のバランスを見ながら発光の強さやカラーランプの微調整を加えて完成です。いかがだったでしょうか。今回は講座の一部のみを紹介しましたが、実際の講座本編では他にも様々なモデルの作り方や背景作りのノウハウを紹介しています。この動画限定の割引クーポンもありますので、興味のある方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。